ウクライナ軍のロシアに対する反撃が今軌道に乗りつつあります。しかし一方においてロシア側が喜ぶようなウクライナ側の人事が発表され、大きな動揺が広がっています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍によりロシア側の補給網に対する攻撃は今非常に成果を上げています。つい先日まで行われていたアゾフ海におけるロシア側の輸送船に対する攻撃は110隻以上の攻撃を実施し、その後攻撃範囲をさらに拡大。現在は黒海で航行するロシア側の輸送船に対する攻撃を実施しています。これらの攻撃に伴ってロシア側の物流網に対する打撃は甚大なものとなっています。従来、アゾフ海では攻撃できなかった攻撃手段も用いられるようになりました。それが、ウクライナ側の港から発信した海上ドローンもまた輸送船に対する攻撃に加わるようになったのです。ロシア側はこうした海上ドローンに対して武装ヘリを派遣して輸送船の警護をしています。しかし、広い海でのことですから、すべての海上ドローンを発見することができていません。そのため、警戒網をすり抜けたウクライナ軍の海上ドローンが輸送船の攻撃に成功しています。また、ウクライナ軍の遠距離攻撃に伴って、様々な製油所に対する攻撃を実施しています。これに伴って、ロシア国内における燃料生産能力は大きく減少し、報道各紙によってちょっとばらつきはあるのですが、おおむね 30% 以上の生成能力が失われていると言われています。こうしたこともあって、ロシア各地において燃料の販売規制が実施され、ガソリンスタンドで非常に長大な給油待ちが発生しています。多くの人々がイライラを募らせて、ガソリンスタンド周辺での口論や取っ組み合いの喧嘩なども動画で次々とインターネット上に投稿される事態に陥っています。なお、アゾフ海と黒海におけるロシア側の物流網に対する攻撃は、燃料危機を加速させるだけではなく、ロシアの輸出産業そのものに対する打撃ともなっています。アゾフ海や黒海を通じての輸出では、主にはアフリカや中東地域全域に対する輸出の窓口となっており、これらのルートをウクライナ軍に抑えられると、ロシア側は従来とは全く異なる遠回りでの輸出を強制されることとなります。しかも、1週間で100隻以上の被害を受けていることから、ロシアの造船業では、これらの船に対する修理が全く追いつかない状態に陥っています。こうした状況を打破しようとロシア側は動いています。そのことを公開情報をもとにして分析しているオシントは事例を挙げています。それが北極圏に配備されていた防空兵器が次々と消失しているというのです。従来は極東地域からの多くの防空兵器が失われ、現在戦場となっているロシア西部へと送られているという話がありました。これに加えて北極圏はヨーロッパ側から見ても近い地域であり、これまではある程度の数が配備されたままでした。しかし、いよいよもって前線地域における防空網に様々なところで穴が開き、北極圏からの防空兵器を次々と移動させざるを得ない状況に陥っているようです。こうしたロシアの状況を見て、中国はさらにロシアの石油や天然ガスに対する買い叩きを実施しようとしています。従来ロシアは高い価格で買ってくれるヨーロッパの国々に対して非常に積極的に輸出を行ってきました。特にドイツメルケル政権時代においては蜜月とも呼ばれるような非常に濃密な関係を築いており、ヨーロッパ側に対してのパイプライン建設なども進めてきました。しかし現在では制裁下にあり、輸出は大きく減少、価格面においても制裁によって上限価格設定が行われ、輸出産業としてはヨーロッパという巨大なお客さんを失ってしまいました。そこで現在、ロシアにとって大口の顧客となっているのが中国とインドです。中国の場合だと国境が接していますから、パイプラインを通じての大量輸出といったものも可能です。ところが中国はこの状況を利用して、ロシアに対してもっともっと安く供給せよというような交渉を行っています。ロシアとしてはヨーロッパの主要顧客を失ってしまい、その分、もっともっと中国に売り込もうとしているのですが、そこには大きな問題が発生しています。中国側の要求は、ロシア国内での販売価格を求めているのです。このため、ロシアは今究極の決断を迫られています。特に中国は長期間の契約というものを求めていて、今、国内価格を下回るような非常に安い価格での
価格決定を行うと、その構造的な低収入状態が非常に長期間続くこととなります。じゃあそのような契約を蹴ってしまうと、中国側としては別のところから買えばいいという具合にしてさらに強気に出ることもあり、その場合だとそもそも契約が成り立たないわけですから、ロシア側の減収状態を解消することができなくなってしまいます。そのためロシア側の大手企業ガスプロムは株価が低迷し、全く回復の糸口を見つけられないでいます。なお、ロシア国内における燃料危機、これに対応するために、現在ロシアが救援を求めているのがインドです。先ほどの中国との交渉においてはなかなかうまく話が進んでいないのに対して、インドに対してはお金さえ積めばなんとかなるかもしれないとすがりついている状態です。ところがインド側もロシアが求めるような量を準備はできないとかなり厳しい返答をしているとのことです。インドはそもそも産油国ではありませんから、もともと輸入してきて必要量を国内で生成して需要を満たせれば十分です。決して海外に大規模に輸出しようという構造ではありません。ですからロシア側からもっともっと燃料を増産してロシアに輸出してくれというふうに要請をしたとしても、そもそもインド側としてはそのような増産体制を取ることはちょっと難しいという設備面での返答が来たというのです。実際にはメンテナンス期間などをスキップしたり短縮したりするなどの危険な行動を取れば増産に応じることができるのかもしれませんが、インドとしてはそのような危険を冒す必要もなく、ロシアが苦しんでいるのであれば、それをそれで受け止めるべきだという考えをしているのでしょう。このようにロシア側にとっては非常に苦しいことを伝えるニュースが次々と入っているのですが、ここに来てロシア側から非常に歓迎ムードが漂っているニュースが入ってきています。それがウクライナの内閣改造においてフェドロフ国防大臣が辞めることになったのです。フェドロフ氏の功績は非常にゼレンスキー政権そのものの業績ともつながるものでした。例えば国防大臣になる前の話であれば IT 系に非常に強いことを生かしてウクライナの電子政府化を進めてきました。ウクライナは EU 加盟に向かって様々な問題に取り組まなければならず、その中の一つとして腐敗や不正といったものを摘発防止していくことが求められていました。その際に非常に貢献したのが電子政府化です。役所に行って様々な手続きを行わなければならないときに、人間というものは不正を行う一つ重要なポイントとなります。例えば細々としたところでは、役所で非常に長い列ができていたときに、お金を使ってその順番をスキップするであるとか、提出した書類が処理されるかどうかは、窓口やもしくはその部署の責任者に賄賂を送るかどうかが影響するといった問題などは非常に深刻で、ウクライナのソ連時代から引き継がれた非常に悪い部分です。電子政府化というのはそうした人が介在しない、完全にシステム化した受付を行うことによって、別に役所で行列に並ばなくてもいいし、自宅で簡単にインターネットで書類などを送ってそれがコンピューターシステムで処理されるのであれば、わざわざ誰かに賄賂を送る必要など全くなくなるわけです。こうした問題そのものを発生させないような仕組みを導入するという考え方は、国防大臣になってからも引き続き行われました。特に現在のウクライナは支援国からの大量の資金なども入っており、お金の使い方をどうするのか、透明化を図ることも非常に重要なテーマでした。フェドロフ氏はそうした意味において、資金の流れを透明化し、不正がなるべく起こりにくい形というものを行おうと、軍政改革に取り組んでいた人物です。一方で、ウクライナ国内においては、ソ連からの流れを組む官僚的な組織というものも存在し、新しい技術をどんどんと導入することに伴う組織や仕組みの変化といったものは、旧来の官僚主義からの反発といったものも非常に激しいものであったと言われています。一方で攻撃面におけるウクライナ軍ドローンの研究開発、生産、そして戦術面での応用といったものは、従来からさらに一歩前進したと考えられており、フェドロフ氏はこれに大きく貢献したと言われています。それだけに今回の国防大臣から外されるというのは、非常に大きな意味を持つ可能性があります。そのため、ロシア側としてはこの人事を大歓迎だという声が上がってしまっているのです。ただ、全体の流れそのものは仕組みとして大きく後退するわけではありません。問題は後任の人物が現在の状況をさらに発展させることができるかどうか、ウクライナ軍やウクライナの組織全体に新しい風を吹き込み続けることができるかどうかが重要です。
現在ウクライナはドローンの生産においては1000万機というのを一つ目標として取り組んでいますが、これに対してヨーロッパ各国との共同生産を含めて支援を受ければこれを2000万機へとさらに増大させる計画を持っています。また、ドローンだけではなく、弾道ミサイル迎撃に関してもヨーロッパ各国から様々なメーカーと協力を行うことによって、ヨーロッパ版のパトリオットミサイルに代替するようなミサイルの開発も取り組むとしています。さらには、イギリス、フランスは巡航ミサイルのライセンス生産に許可を与え、ウクライナにさらなる攻撃能力の増加といったものを認めるようになっています。これらライセンス生産される兵器類については、正式な契約を結んだ後、さらにウクライナ国内における生産体制といったものを築かなければならないので、さあ今すぐ来月にも生産が始まるといったような話ではありません。しかし、ロシア軍による本格的な侵攻が2022年から始まっているということを考えれば、今後数年単位での生産体制を構築し、未来に向けての準備が着々と進んでいくということ、それ自体が、この戦いにおける彼らの戦う意志そのものの支えとなっていきます。そして、こうした長期的な戦略に基づく動きというものは、ウクライナ側では着々と進んでいる一方、ロシア側では、状況の悪化といったものが明らかになりつつあるために、ロシアを見限る人というのも増えています。以前の解説動画では、ロシアからの資金流出の一つとして、海外不動産の取得が増加している件を取り上げました。また、もっと直接的な話として、資金流出そのものも着実に進行しているとの報道があります。従来ロシアからお金を外に逃がすというのは、例えば制裁がかける相手であるアメリカやもしくはヨーロッパ各国からの監視の目を逃れるためでした。しかし現在ではその性質が変化して、今はプーチン政権の監視網から逃れるための資金流出といったものが進められているようです。お金の逃げ先としては UAE をはじめとした欧米の監視下からも逃れるような国々だけではなく、アフリカ諸国のような一見してお金の逃げ先としては都合の悪そうな地域についても積極的にお金を逃がしているという話があり、もはやなりふり構わぬというような人たちも結構現れているのかもしれません。というわけで今回の動画では、ウクライナ軍の戦略爆撃は現在もなお進行中で、ロシア側の制御能力は大きく減少、そして物流網に対する攻撃も地上だけではなく海上においても展開。従来アゾフ海で積極的にタンカーなどに対する攻撃が行われていましたが、さらに今回においても攻撃が成功し、ロシア側の被害が増大しています。ウクライナ軍のドローン戦術は非常に発展が進んでいるのですが、その発展の大きな立役者と考えられているウクライナの国防大臣が辞任することとなり、ウクライナ軍の攻撃能力の発達が後任の大臣になっても継続されるかどうかは今後の情勢にも影響することでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこのチャンネルの動画は基本的に誰かに切り抜き動画やコピーチャンネルの許可は出していません。もしも私の動画をコピーして投稿しているようなチャンネルなどがあれば、ぜひとも見かけた際には通報してくれると嬉しいです。YouTube の公式チャンネルは一つだけ。それ以外については全て偽物だと思ってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。